こんにちは。ヘアメイクアップアーティストのユミです。今日は私が現場でリアルに使っているスーツケースの中身をお見せしたいと思います。よろしくお願いいたします。本当にもうこれで何度もぎっくり腰になっているぐらい重いスーツケースたくさん入ってます。オープン。まずランチョンマット、メイクの道具を出した時に敷くものですね。机に一番最初に敷くものです。これは手作りで作っていただいて華やかにメイク台がなるので大好きで使わせていただいてます。あとはこれジェーン・スーさんと堀井美香さんからいただいたタオルなんですけど、ここにまさかの負けへんでと書いてます。気合い入れてます。これでまずアクセサリートレイ。これはやっぱり現場にモデルさんだったりとか皆さんアクセサリーをしてきた時にちょっと置き場があると全然やっぱり違うので、こういうのも持ち歩いたりで、こちら側から行くとまず筆ケーストレイになってくるんですけど、ブラシケースももうどれぐらい使ってるかな。結構長く使ってこんな感じでたくさん入ってます。全てを全部毎回使うかって言ったらそうじゃないですけど、やっぱりアイシャドウつけるにしてもチークつけるにしてもこのピンポイントでのせたいとか幅広くのせたいとか、そういった用途によっても全然変わってくるので、やっぱりあると安心かなっていう量です。はい。こちらはメムのポーチに入ってる頭をマッサージするものです。ちょっと合間だったり、メイクが始まる前だったりとか、あとは休憩時間があったりだとか、ちょっとやっぱりほぐすだけでも顔が上がったりとか、あと目がパチッと開いたりとかするので、こういった電気機器っていうのは持ち歩いてます。もう一つあるんですけど、こちらは電気バリブラシ。これはもう頭皮からお顔から、これを必ずメイク前には使うようにしてます。やっぱり即効性があるので本当に引き上がります。これをしないでメイクなんてもうできない。これは絶対必要なものです。いろんなものをやっぱり使ってきたんですけど、結局やっぱりこれが一番私は使いやすいかなということで使っています。コンシーラーブラシだったりとかファンデーションブラシだったりとか、さっきのは、ティッシュオフすれば汚れが落ちるようなものを主に入れていて、こちらは日頃使ったら必ず洗うものを収納しています。次々きますね。たくさん入っているので。で、こちらがこういうフェイスパウダーだったりとか、あとはこういった粉をまとめて入れています。はい。で、その時でやっぱり作りたい肌だったりとか、季節によってもそうですし、その時のトレンドだったりとかもそうですし、やっぱりお粉で最終決定できる肌を作るようにいろんなタイプのものを持ち歩いています。はい。シートパック私ファミュのものが好きで、結構種類も分けて保湿成分だったりとか保水、クリア肌、キメ、角質ケアとか、なんかその時の皆さんの肌に合わせて持ち歩くようにしています。これもメイク前にしてそのままさっきの電気バリブラシを使ったりしています。はい。あとはボディクリーム、あとこれビビーワセリンって保湿するためにもちろん大前提で持ってるんですけど、汗をつけたいみたいな撮影の時があるんですよ。なんかそういう時に例えば水拭きで汗をチューッと振りかけてもタラーって垂れちゃうんですよ、お水で。その前にこのワセリンをこうやって薄く塗っておくと粒として残ってくれるんですよ。垂れ流れないので、こういうのも一応念のため。アイロンはこういうもうそのままこれ開けて出せば置いとけるタイプのものにしています。で、こうやって私が大好きなのはリファ
はい、最新のものを使ってますけど、やっぱり髪がうるうるになる、艶やかな綺麗な巻き髪だったりとか、ストレート髪にしてくれるので、絶対必ず使ってます。あとは細いタイプのもの、たまになんかやっぱりちょっとくるくると、この36とか26じゃ出せないカール感っていうのが欲しい時とかに、こういう細いものが重宝しています。なのでこういうのも持ち歩いてます。私のもう相棒、現場バッグ。もうこれがないとやっぱり始まりません。私のメイク現場には必ずないと。皆さんメイクさんはそうだと思うんですけど、必ず持ち歩くものです。これは私がお願いして自分仕様にカスタマイズして作りました。使いやすいように全部このポケットの配置だったりとか、この裏もポケットがあるんですけど、全部こうやってくださいっていう感じでオーダーして、オーダーメイドで作りました。で、この中にはちょっとやっぱり棒物、アイラインだったりとか、眉とか、なんかすぐ使うものですね。現場に出して、これだけトンって出して、すぐその日使いたいものっていうのをここにすぐ現場バッグの中から取り出して使えるように入れてます。現場で名刺交換することもあるので、こうやって名刺を入れてます。なんか一回その控室に戻らないとないってなっちゃうから、こうやってすぐつけとくとパッとお渡しできるのと、あとなんか名前を知らない周りの方がなんかこれ見てユミさんかなってわかるからっていう感じでつけてます。あとは現場バッグには必ずこちらもリファのストレートアイロン、ちょっと細めのタイプです。指より細いタイプのものになるんですけど、やっぱ一つこういうのを入れておくとロケとかでもなんか外でお直ししやすくなるので、私は普段でも旅行行く時とかこういうのを絶対持ち歩いてます。この中に、その日使ったアイシャドウとか使ったものをすべて入れて現場にこれごと持っていきます。はい。もうこれさえあればだからその日の直しができるよっていうような現場バッグにしてからそのまま現場に行くようにしています。こちらはスキンケアのポーチになってます。綿棒、コットン。あとはスキンケアもやっぱりどんな肌の方が来るかわからないし、顔なじみある毎回お会いする方としてもやっぱりその日の肌状態っていうのがもしかしたら敏感になってるかもしれないし、揺らいでるかもしれないので、もう比較的肌には優しいもの、刺激の少ないものを使うように全体的に持ち歩くようにはしています。こういうミスト化粧水だったりとか、このクリームも本当にもうペコペコになるぐらい使ってますけど、この前すごく敏感肌ですって言われて、そういう方にも全然刺激ない大丈夫ですって言っていただいたクリームを必ず入れてたりとか、あとはポイントメイクオフですねを入れてたりとか、あとはクレンジングウォーター、これも肌に優しいものを厳選して入れてます。あとはちょっとスプレーなんですけど、これちょっと乾燥したりとかした時に持ち歩けるようにも入れてますし、あとはですね、もうこれは絶対的信頼を置いている、何でもカバーできちゃうコンシーラーです。例えばタトゥーとか、あざとかすっごいカバーしづらいものでも一発でカバーできるので、これは必ず入れるようにしています。こちらがですね、ファンデーション、下地、クリームチーク、コンシーラーを入れてるケースになります。ファンデーションだけですごい量、下地だけですごい量なんですけど、これは必ず必要と思っている。毎日1回全部使うわけじゃないですけど、でも今の時期だとやっぱ日焼け止めは絶対入れる。あとちょっと毛穴をぼかすようなものだったりとか、あとこれも毛穴ぼかすもので乾燥さんに対するものだったりとか、あとツヤの下地だったりとか、これもうツヤだけでも違うんですよ。同じツヤといえど一つにまとめられないぐらいツヤって種類があって、
どういうツヤを出したいかっていうのでも使い分けるために入れてます。スタジオはやっぱりこういうカラーコントロールのものも入れるようにしています。はい。これは赤みがある人だったりとか、ちょっとくすみがある人だったりとか、本当にその日その場で肌を見ないと判断できないので、やっぱりその時に、うわ、ない、持ってきたらよかったって思いたくない、絶対に。なので、入れておくようにしています。あとは、私、クリームチークが大好きなんですよ。なんで、クリームチークはもうベースのうちに仕込んじゃうので、もうベースの中にこうやって入れてるんですけど、クリームチークがあることで、やっぱり大人は血色感っていうのが、そのベースを作る段階で生まれてくれるから、その後にメイクをしやすくなる。なんか血色がないまま進めていくと、どんどん色を足したくなっちゃうんですけど、元の土台の段階で血色を作ってあげておくと、なんか後々簡単に作れる気がするので、私は必ずクリームチークをベースとして使用することにしています。これつけまつげが好きで、つけまつげこういったもの、これはなんと糊がついてるんですよ。今までのものってここに糊をつけてからつけるっていうタイプのものが多いと思うんですけど、もうこれはここに糊がついてるんです。ポイントのまつげなんですけど、だからもう糊をつけずにそのままピッとまつげの間につければいいだけなので、すごく使いやすくて時短にもなりますし、自分にも使うことがあります。はい、それぐらい大好きで、つけまつげは私はもう本当に10代20代の頃はつけまつげで生きていたので、つけまつげつけるために出発の2時間前に起きてメイクするっていう伝説がありまして、本当にその時ドラマとかのヘアメイクもしてたので、5時集合だったら3時起きでメイクするっていう本当に大丈夫なのって言われていたような過去があります。はい。で、こちらがアイシャドウとチークですね。もうその時その時のやっぱりお気に入りのものを入れ替えてはいるので、結構新作が多いです、これは。使いやすいものとか、ずっと好きなものはやっぱり入り続けるんですけど、でも結構やっぱり入れ替えることが多いかなと思います。こちらのケースがリップ。普段はそうですね、まあこれとかもう一個持ってったりとか、その時によって変わるんですけど、だいたいこれぐらい。はい。で、それに合わせてリップ、グロスは別に持ち歩いて、これはもう厳選してるので、もっと多かったりとか、その都度現場によってはしています。で、今本当にリップブラシが主流トレンドだと思うんですけど、中でもね、このちょっと商品名言っちゃいますけど、ペリペラのリップライナー、リップペンシルは使うと絶対これどこの今のって聞かれる。 100%。 それぐらいみんなが気になるっていうか、使ってみて何がいいかっていうと、ちょっとピリッとするんですよ。このリップペンシルでこのボリューム感が出るものってなかなか私他はちょっとわからないんですけど、これしかないのかな、なんか見たことなくて、でこれはすごく毎回リップメイクするときになんかボリュームアップしたいわけじゃなかったとしても、リップラインを綺麗に見せるためだけだったとしても、特に大人は唇が薄くなってくるんですよ。なのでこういったものでボリューム感をアップしたりとか、唇の形をきれいに見せてあげたりとかするようにして使うようにしています。今メイクさん使ってる方いらっしゃるかな。なんかあんまりどこ行っても何それって言われるんですけど、これ実は風が出ます。風が出ます。風が出るので、ちょっとビューティー撮影とかだと、なんか昔だとこの大きい結構担ぐようなこの風のものを使ってたんですけど、なんかもう今ビューティーだとここだけの世界だから、ちょっとこの隙間から風を出してあげれば髪とかなびくので、こういうのがあると片手でさーっとできるので、すごく使いやすくて、これカメラマンさんに教えていただいて、メイクさんで持ってる人まだ見たことないかも。あんまりメイクさんと現場一緒になることないんですけど、
なんか編集さんとかライターさんとか何それってみんなに言われるから、あんまり出回ってないのかなとか思いながら、みんなこれいいですよ、おすすめです。でパフもいろんな形のもの、私はこの形が一番好きなんですけど、なんかその時その時で、これはでもシェーディングに使ったりします。こういう形、いろんな形のタイプのもの、パフもいろんな形のタイプのものを入れて使うようにしています。あとね、絶対時計は意外とない。テレビ局とかだとあるんですけど、スタジオとかでもない場所も結構あるんですよ。なのでパッとその目がつくように鏡の下に置いてあったりとか、置いたりだとかしています。そしてネイルケア、ネイルはこっちにネイルポリッシュがたくさん入ってます。これもやっぱりその時の撮影によってどんな色を使うかなとか想像しながら、衣装とかにも合わせてるので、なんかそんなに邪魔しないもの、こういうもうこれは世界一のネイルだと私は呼んでます。コスデコのネイル、もう手が本当に綺麗に見える。やっぱり乾燥してちょっと割れちゃったりとかすると思うんですけど、コスデコのネイルはさえ塗っとけばもう OK、 手が綺麗に見える、白く見えるのでおすすめです。あとはこういう遊びのカラーも入れるようにしています。ワンポイントでなんかこういう色味が入るとまた印象が変わってきたりするので、ネイルも爪の世界も奥深くて結構やっぱり重要なところにもなってくるかなと思っています。ヘアブラシとヘアスプレーなどはこの容器に入れて持ち歩いてます。上からパッとどれがあるかっていうのが分かりやすいのと取り出しやすいので、もうずっとこれです。私どれぐらい何年も使ってますね。これをもう便利で使うことが多いです。でこのブラシご存知ですか？見たことありますか？こんな見てください。ほらすごい。お家でだったらトリートメントをなじませる時とか、お風呂場でトリートメントなじませる時とかでもいいですし、あとは乾かす前のアウトバスで使うトリートメントを使った後に全体になじますでもいいですし、あとはドライヤーかける時に使ってあげると、この間からも風が入るから乾かしやすいんです。そう、乾きが早くなるし、あと手ぐしで髪の毛をまとめたくってピタッとした感じじゃなくて、ちょっとニュアンスを出しながら柔らかくアップスタイルにしたい時とか、こういうのでを使うことが多いです。あとはみんなもう今使ってるのかな、こういうカーラー、こういったものカーラーも入れてたりとか、スタイリング剤はいろいろミルクだったりお湯系だったりマット系だったり、様々なものを入れてます。でこのスミデっていうところのブランドなんですけど、こういう黒いバームになるのかな、ヘアスタイリング剤になるんですけど、こうやって白髪、やっぱり40代、私も悩みますけど、白髪がちょっと見えてるだけでも嫌じゃないですか。なのでこのセットした後に気になるところにさもう直塗りしてあげればいいので、こういうものも必ず持ち歩くようにしています。あとはゴムの束、これは私は自分で一つ一つ切ってすぐ使えるように準備しておいてます。これはもうアシスタントの頃からですね。もう必ずこうやってまとめて置いておくようにしています。たくさんお見せしましたが、参考になるものはありましたでしょうか？またその都度入れ替わることもあるので、また何年後かとかにご紹介できたらと思います。ありがとうございました。